どうも皆さんこんにちは、私です。今日はですね、前回お話ししたラフシモンズランナーの中のオリオンというタイプのスニーカーに引き続きまして、今度はですね、ラフシモンズとアディダスが協業していた時代に出していたスタン・スミスのコレクションを少しまとめて見ていこうかなと思います。前回お話しした中で私スタン・スミスがどうしても足に合わなかったのでオリオンを買い集めることになりましたって話したかと思うんですが、私が今までに買っていたスタン・スミスのモデルっていうのがスタン・スミスリーコンっていう少しハイエンドなモデルだったんですね。全体的に本革が使われていて、ライニングもしっかりしたヌメ革を使っていて、普通のラインのスタン・スミスに比べてちょっとプレミアムなラインのスタン・スミスを買っていたんですね。そのせいもあって、靴ずれが起きてしまっていたようで、私はスタン・スミスが合わないのかなと思い込んでいたところが実はあって、ブログとかを書いた時点とかでは合わないなと思っていたっていうところに嘘はないんですが、その後にちょっと試してみたらですね、あれ履けるじゃんということで、意外とそのモデルによってはスタン・スミスでも問題なく履けちゃうことが分かったので、今回はその買い集めたスタン・スミスの中で私が持っているものをいくつか紹介していければいいのかなと思います。前回オリオンを紹介したのも実はこれをちょっと動画で紹介しておきたいなということもあって、その前振りとして紹介させていただいたんですよね。でまたおさらいといってはなんなんですが、そもそもラフシモンズとアディダスの関係についてなんですが、2013年から2019年頃までコラボレーションをずっと続けていてですね、大体6年間ぐらいですかね、半年に1回ぐらい何かしらのそのコラボレーションモデルをいろいろ出していて、そのコラボレーションならではのモデルもあるんですが、やっぱり一番有名なのはこのアディダスのスタン・スミスだと思うんですよね。それがラフシモンズコラボとしてマイナーチェンジをして出されていたので、今回後ろにある5足全部ラフシモンズスタン・スミスのモデルになります。何が違うのかっていうと、このサイドのパンチングですね。普通のスタン・スミスは3本ラインのパンチングになっているかと思うんですが、ラフシモンズコラボの場合はラフシモンズのこの R マークのパンチングになっているっていう感じですね。あとはこのかかとの部分にですね、ラフシモンズっていう型押しがされていて、で端の部分が右足はスタン・スミスさんの顔がついてるんですが、左足はラフシモンの顔がついているっていう、そういう違いがあるモデルになります。で買っていく経緯ですね。私がそのオリオンっていうモデルを5足ぐらいですね買い集めて、で十分かなと思ってる時に本当に偶然この子を中古品で見つけてしまったんですよね。オールブラックのスタン・スミスラフシモンズコラボっていうシンプルで使いやすそうなモデルですよね。でこの子が私が持っているこのオリオンですね。以前お話ししたオリオンとすっごいそっくりなんですよね。そっくりというか多分こっちが元ネタで、それを元にこの子がオマージュとしてリバイバルとして発売されたっていう経緯だと思うんですけど、見比べていただければわかるかと思うんですが、ほとんど同じような感じになってますよね。かかとのディティールがちょっと違っているぐらいで、あとラストはちょっとシュッとしてる感じが違うんですけど、ほとんど同じようなモデルで、この子はですね2017年のモデルのアイテムなのかなと思います。そのことはですね、この端の裏に書いてあるこのサイズ表記のところにですね0917って書いてある、これが2017年の9月に製造されましたよっていうことの表記なので、2017年、今から7年ぐらい前のモデルなのかなっていうのがわかるかと思います。その頃のアイテムがマイサイズで、かかとのすり減りもそこまでなくて、アッパーとかに痛みもそんなになくてっていう状態で出てくることが今後多分もうないだろうなっていうことを考えたら、お値段的にもですね中古品だったので1万円ちょっとぐらいでありな値段だなと思って買うことにした一足です。最初は本当にこの子だけを買い足して十分かなとは思っていたんですが、その後にですねこの子をまた見つけてしまったんですよね。この子はですね同じ年に出たモデルだと思います。ちょっと色味が白っぽく見えるかと思うんですが、ミストグレーっていうアンニュイなカラーリングのスタン・スミスになります。これもすごくいい革を使っているというか、
柔らかくて履きやすい革で、今まで集めてきたオリオンとかの中にもないちょうどグレースケールの中のそのグレーと白の間ぐらいのニュアンスで履ける一足なのかなと思って買い足すことにしました。これもマイサイズでたまたま見つけて、しかもですねこれの場合はすごく安かったんですよね。6000円とかだった気がします。で最初はなんかスレとかがすごかったんですけど、自宅でこうクリームも入れてブラッシングして磨いてあげたら割と綺麗になって全然履けるようになった一足かなと思います。すごく使いやすいなと思って重宝してます。でここからがちょっともう沼ってきた状態なんですが、その後にですね今度はこの子をですね、オンラインショップで見つけてしまって、リサイクル系のショップだったと思うんですけど、この真っ赤なスタン・スミスって結構珍しいなと思って、かかとが黒なんですよね。でこの子は私がこの間お話ししたこの黒赤のオリオンと逆位置のカラーリングになってるんですよね。わかりますかね。黒と赤がこう反転している配置になっていて、これもですねちょっと私のコレクター魂をくすぐってしまいまして、しかもですね見ていただいてわかるかと思うんですが、めちゃくちゃ綺麗だと思いませんか。これデッドストックだったんですよね。一回も履かれていない状態で販売されていて、お値段もですねデッドストックにしてはお安くて1万円ぐらいだったかな。でマイサイズで出ていたので、それも今後出てくることないだろうなということで買うことに決めました。赤のスニーカースタン・スミスって、使いにくいかなみたいな気もするんですが、私結構赤い服好きでちらほらと持っていて、ラフ・シモンズとフレッド・ペリーがコラボしたロンティみたいなものも持っているので、あれに合わせてあげる分にはすごく相性がいいんじゃないのかなと思って買いました。オリオンも含めると8足ですか。買いすぎだろうと思うかもしれないんですが、今度はですねこれですね。スタン・スミスの中でもベルクロタイプのものをまた見つけてしまったんですよね。白でかかとが黒で、モノトーンカラーですごく使いやすそうなアイテムですよね。白のこういうスニーカーは前回お話ししたこのオリオンがあるので別にいらないかなとは思っていたんですが、この子はですねやっぱりベルクロタイプっていうちょっと今までにないものだったので、それはそれでちょっと気になるなと思って、どうせなら買っちゃおうかなということで買ったものですね。すごく安かったんですね。これね4000円ぐらいだった気がします。状態もですね悪くなくてひび割れとかもないですし、かなりお買い得な買い物ができたんじゃないのかなと思ってます。でその初めてのベルクロタイプだったので、どんなもんなのかなと思って試しに履いてみたらですね、ものすごく脱ぎ履きがしやすいというか、当たり前なんですけど、本当にさらっとこう履いてでさっと脱げてコンフォータブルというかいいなと思って、自分が思っていた以上に気に入ってしまった一足になります。それで白のベルクロタイプを買ったことでベルクロいいなと思ってしまって買い足したものがこの子ですね。これはですね今までのタイプとは少し違っていて、サイド部分を見てもらえばわかるかと思うんですが、 R マークのパンチングではなくてモケモケがついてるんですよね。パイル地って言えばいいのかな。なんか土台の部分はスウェードなのかな。スウェードの上にちょっとタオルみたいなパイル地みたいなものがついていて、それがこう両サイドに取り付けられているっていうモデルになります。なんて書かれているのかっていうと、大きい R ですね。大きい R と大きい S マークでラフ・シモンズの RS マークですね。右と左で縫い付けられ方が違っていて、こう見てもらえばわかるのかな。R と S、 外側がそれぞれ RS になるようになっていて、内側も RS っていう。でこの子はですね、最初はちょっと派手かなと思って使いづらいんじゃないのかなとは思っていたんですけれども、オールブラックのモデルなので意外とこう履いてみるとなんかよくわからないんですよね、このモケモケが。多分知っている人が見ないと何て書かれているのかもわからないですし、意外と馴染んでくれて思いのほかに使いやすかったっていうアイテムで意外と気に入ってます。端の部分とかもプリントが黒で、かかとの部分もですね片押しになっているので、すごくモノトーンで、ここが派手な分他の部分でちょっと引き算をしてくれていて、
すごくいいバランスのデザインになっているのかなと思います。これを最後にしようかなと思って買い足したものです。私は前もお話ししたかと思うんですが、2021年のランウェイを見てからラフシモンズにドハマりしていったっていう経緯があるので、全部中古品で後から買い集めたものになります。高くても1万円ちょっととか、安いものだと4000円とか6000円とかで買い集められたので、すごくお買い得な買い物ができて、いい感じに集められたのかなと思ってます。履いてみました。部屋が狭くてせっかくロンティー着てみたんですが映ってないですね。袖丈的には指先が本当にちらっと見えるぐらい、このレージュみたいな、レージュって言ってわかるかなRS のラフシモンズのマークが手の甲にかかるぐらいの位置になってます。で袖もですね太めなので、そのリブとかもついてなくてストンと落ちる形になっているので、なんていうんですかね、キョンシーみたいな感じのシルエットになっているロンティーなのかなと思います。全体が映せないのがちょっと申し訳ないんですが、そんな感じで今日のメインはこのスタン・スミスの方なので、そっちを見ていただければいいのかなと思います。派手ですよね、これだけ見ると。もうちょっと履いていって黒ずんでいったり汚れていったり、もしくはあと紐とかもですね、場合によっては変えてあげてもいいのかなとは思うんですが、どうにかしてうまいこと履いていってコーディネートになじませていってあげられればいいかなと思います。ざっとこんなところですかね。せっかくなのでちょっとやりたいと思っていたそのオリオンとスタン・スミスをカラー順に並べて眺めてみるっていうのをちょっと今からやってみようかなと思います。はい、どうでしょうか。グレースケール順になるように並び替えてみました。意外と統一感を持って集められているんじゃないのかなと思います。左奥にあるこの赤だけ少し浮いちゃっている感じはするかもしれないんですが、手前の黒赤とちょっと対比になるように置いてみました。黒だけでも5色あったりしてそんなにいるかって思う方もいるかもしれないんですが、意外と微妙な違いがあってうまいこと履き分けられているので、買ってよかったかなと思ってます。普段から私気に入ったものをですね、色違いとか素材違いで何個も集めてストックする癖みたいなものがちょっとありまして、そのことも相まって同じようなスニーカーをいっぱい集めることになってしまいました。ただスタン・スミス型のスニーカーは本当に使いやすくて、買っては履き潰し買っては履き潰しをしている人も多いと思うんですね。そう考えればちょっと色違いとかタイプ違いで買い集めてもそこまで問題はないのかなと、気にしなくてもいいのかなとは思ってます。ある程度そのグレーパレットで集めるっていう制約を決めて集めているので、これ以上は増えすぎないかなと思ってます。今日もこんな感じでとうとうと喋りましたが、私のただの自己満足動画にお付き合いいただきましてありがとうございました。また何かありましたら動画撮っていこうと思うのでよろしくお願いします。では今日は失礼します。